こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はドラゴンの卵を入手しました。これにて縛りの関係で封印していたネザーが解禁、収集可能ブロックが一気に増えてます。もうほとんど縛りがなくなったわね。残っている縛りは、雲より少し上の高さに行けないことと、ビーコンピラミッド用のブロックがまだ塔に積めないこと程度です。さて、これからエンチャントとブランチマイニングをする予定ですが、その前に思い立ったが吉日ということで、全14種類の花を飾ってしまおうかと思います。この狭い穴の底に植えても味気ないし、やっぱり植えるなら地上よね。飾り終わりました。なんで植木鉢に植えるという発想がないのよ。さらに馬鎧3点セットも飾ってみました。我ながらいい感じです。こんなののために牛たちは殺戮されたの？あとエンチャント金リンゴと熊の実くらいは飾っておきます。むしろ壁の殺風景が強調されたわよ。さて、それではエンチャントにかかります。エンダードラゴンの経験値で多数のエンチャントが使えるようになったのは嬉しい仕様変更です。まず欲しいのがダメージ増加4とドロップ増加3ですが、なんでアンデッド特攻？まあいいんです。レベルはいっぱい余ってるので防具にガンガンエンチャントつければそのうち。いいのがなかったので鉄ツルハシの低レベルエンチャントで次のエンチャントを出します。あ、オチが見えてきたわ。4ではないんですか。チェストプレート用には爆発耐性4を引きました。ついでレギンス用のダメージ軽減4を引いたのでつけてみたら、おまけで耐久力3、まずまずです。次は他にはいいのがなくて、弓の射撃ダメージ増加4を選びました。今の弓をロストした時用ね。フレーム1がいりませんでしたがないよりマシです。さて次ですが、ブーツで落下耐性4を引いて、おまけでダメージ軽減3と水中歩行3付きとなりました。かなり理想に近いです。そして耐性を上回る高さから落ちるのね。それから無駄エンチャント続きで、予備用の防具に低レベルエンチャントを回していましたが、やっと来ました。ダメージ増加4ですら13回目でようやくです。運悪いわね。ドロップ増加3なんて絶対無理そう。それが、なんとおまけでついてしまいました。ひとまず取引せずに入手できたので、予定のエメラルド43個分が節約できました。だいぶ楽になります。ただ、ロストが怖くて今は持ち歩けません。もう1本ダメージ増加4を引けるの？ともかく耐久ゲージが減ったヘルメットは火炎耐性3に妥協し、これでエンチャント防具が揃いました。さて、鉄ツルハシにちまちま低レベルエンチャントを施しつつ粘ったところ、ようやく再びダメージ増加4です。ノックバック2。もうレベル30切ったので妥協して使うしかないです。さて、次は食用ですが、ぼちぼち金の人参の出番です。ブランチマイニングではダッシュを使うことないので、隠し満腹度最強の金の人参が最も適切です。取引やビーコンピラミッド用の金の余剰分を概算して、ワンスタック弱だけ作っておきました。ステーキまだ余ってたじゃないの。あっちは地上を走り回る時用にします。なけなしの鉄でコンパス作っておきます。コンパスの中心座標を中心に風車型ブランチマイニングをするとき、コンパスの向きで大体の位置がわかるので結構重宝します。さて、ブランチマイニングの準備が整いました。エンチャントつけた鉄のツルハシ使うの？掘るの遅いのわかってますがもったいないので使い切ります。最後にシルクタッチでエンダーチェストを取って、さて、出発しましょうか。まずは最下層の岩盤から6段登って、いつもの高さに。と、
あれ？もしかしてあの通路のレールの真下掘ってしまいますね。まあそうなるわよね。まあブランチマイニングは全てに優先するので気にする必要ないですよね。拠点周辺でごちゃごちゃしているので1周目はわかりづらいですが、ここのはずです。では本稼働です。今回の風車型ブランチマイニングでは27周を予定してます。ビーコンピラミッドの必要分やエメラルド取引、その他予備分を考え、目標数は以上の数としています。ダイヤ500個ということは前作の3分の1ね。10時間程度で終わるでしょう。久々なので少しドキドキしてます。さてまず1周終了。サクサクいきます。ちなみに目標数はこれだけ集めたいという数字なので、ブランチマイニング開始時から増えた数で勘定してます。使った分だけ減ることもあるってことね。まあレールを敷いた場所があると把握してますが、いきなり赤いとびっくりします。さて2周目終了。少し感を取り戻してきました。3周目終了です。序盤は1周が早いわね。1周ごとに16歩、32採掘分長くなります。鉄を美味しく採掘してたところで溶岩に溶かされました。でも鉄は全て掘る必要ないので溶岩上等です。でも少し悔しいんでしょ。さてようやく、ブランチマイニングで初のダイヤです。当然幸運3で掘ります。4周目終了です。3種類の岩ブロックが微妙にインベントリ圧迫するんですよね。鉄ツルハシ使い切るまで捨てるのが面倒で、少し後悔してます。ここで松明が残りわずかとなったので補充します。ちなみに8ほうきに松明設置してたら、原木27個消耗する計算でした。少し弱気で余計に持ってきてます。6周目終了です。淡々と進むわね。そういえば石炭が少ないようだけど見つからないの？石炭でインベントリ圧迫されるのをまだ嫌がっていて、鉄ツルハシの数が減ってからです。ここで鉄ツルハシが残り3本となりました。ぼちぼち石炭も本格採掘始めます。さて石炭ですが、一つ思い違いしてました。最高レートの取引で鉄や石炭をエメラルドに交換する際、鉄なら7個で、石炭なら2倍以上の16個でエメラルド1つと交換できます。したがって石炭より鉄を集めた方が労力が2倍以上少ない、と考えていたのですが。幸運3で採掘するなら労力が変わるわね。はい、2.2 倍取れますよね。計算すると石炭 7.3 鉱石でエメラルド1つです。鉄なら7鉱石で1つ、ほとんど変わらないんです。そこで、まとまって採掘しやすい石炭をメイン、鉄をサブで取引するよう再計算し、今回のブランチマイニングの目標数を設定しました。さて6周目終了で、石炭の伸びが著しいです。鉄がワンスタック溜まったのでかまどにくべておきます。一周回った頃には精錬終わってるはずです。前作では経験値の調整のために精錬後回しにしてなかった？エンチャントが少ない経験値で済む仕様になったのでやめました。ちなみに今回、レッドストーンやラピス採掘での経験値稼ぎもやめてます。鉄ツルハシ減ってきたのでもうシャベル作ってしまいます。いつの間にか経験値が30溜まってました。余計なエンチャントなしのダメージ増加法の剣取得のため、運試しです。剣を作ると希望を2本置いてしまう癖が抜けませんが、それはともかく気が変わり、耐久ゲージ減ってないヘルメットを先に試すことにしました。魚出た火炎耐性法。と思ったらさらに魚です。あら、水中採掘と水中呼吸。この水中系2つ重ねてエンチャントかけられたんですね。勘違いしてました。
というわけで今度こそ海底遺跡のエンチャント準備が整ったようです。さて7周目終了です。ダイヤはヘルメット分減りました。石炭が一気に伸びたわね。さて、私にとって嬉しいお知らせです。ついに鉄ツルハシがつきました。ついにダイヤのツルハシの出番ですってあれ？なんで私は鉄ツルハシ持ってるの？頭の老化が始まったのよ。いや間違いなく、さっき鉄ツルハシが破損する音したはずですよ。まあ多分ラグさんのせいでしょうってあれ？何これまた復活してる気持ち悪いんですけど。いつもラグさんは絶妙なタイミングで現れるわね。もはや祈るような気持ちです。お願いだからダイヤツルハシを。もうその手品に飽きたわよ。捨てちゃえばいいじゃない。いやほんとそうなんですが、でも鉄ツルハシを使い切って気分よくダイヤに切り替えたいんですよ。何その手彫りのフェイント。宇宙の真理の動作で呪いを打ち消そうって、うおやった、ついにやり遂げた。鉄ツルハシの呪いを脱しました。まだ効率強化3ですが圧倒的に速いです。ダイヤは豊作でほぼ1スタックまで溜まり、今回は色々あったのでここまでです。次回からはカットが多くなってぐっと進む予定です。そういえば、ブランチマイニングは一気にどこまでやるの？キリがいいところまでと思ってたのですが、始めてみるとやっぱりめちゃくちゃ楽しいです。途中でやめられるかどうか。なんでそんな中毒になるのよ。1採掘ごとがくじ引きじゃないですか。当たればダイヤ、2等が金です。人生終わってるわね。それではまたね。バイバイ。